やばっ。お、来た。うわ、IF のフォークじゃん。やべえ。おお、かっこいいじゃん。かっこいい。はい、ありがとうございます。オーダーして、去年の8月なんで、1月に来たから約半年ぐらいですね。あれかな、本当だとね3ヶ月とかそれぐらいで来るらしいんだけど、まあ、ちょっと今こんなご時世もあるんで半年ぐらいになっちゃったかな。半年でも結構早いもんなんですけどね。はい、インディペンデントファブリケーション、通称僕らは IF と呼びますねは、アメリカのニューハンプシャー州っていうようなところで作ってるブランドです。もともとはボストンって言ってアントバイクっていうおじいちゃんがやってるハンドメイドビルダーのところとか、ギークハウスですね、シクロクロースで有名なギークハウス、もう今ないけど、ハットチャンスですね。ハットチャンスってもう昔のマウンテンバイクなのかなとか作ってて、結構もう老舗のハンドメイドブランドとかと仲良くしていた、ブランドです。だから結構もう昔からありますね。25周年ぐらい、去年が25周年だったから大地と同い年らしいです。で、なんでインディペンデントファブリケーションにしたかっていうと、もうね単純に憧れでした。なんかこうその若い時に見てて憧れてて、で本当にその時は俺買えなくって、でブルーラグで扱うって言ってマジかってなって、で俺も欲しいなと思って、もう本当に超純粋に欲しかったからオーダーしたって感じですね。だから結構夢が叶ったって感じはあります。あれですね、もう簡単に言ったら、すごい少人数の、職人さんたちがお客さんのために一本一本、手作りしてるフレームっていうのがハンドメイドバイクになります。でそれはお客さんのためにっていうふうに言ったんですけど、お客さんのために、サイズを変えるだったりとか仕様を変えるとか、そもそも乗り物自体っていうのの、例えばロードバイクだったり、トラックバイクだったりマウンテンバイクだったりっていう風なのを、お客さんのニーズに合わせて、作ってくれるっていう風なのをやってくれるのがハンドメイドバイクかなと僕は思っています。俺のバイクっていう風なのが出来上がりますそう、本当単純にね。だから自分がこう思い描いていた乗り方だったりとか使い方だったりとか、まあ、あとはその形だったりとかっていう風なのをある程度ちゃんとインタビューというかしてくれて、でそれに合わせた乗り物を作ってくれるっていうのがハンドメイドバイクの魅力かなと思います。もちろんアメリカ以外にも日本でも活躍してるビルダーさんとかもいるから、なんかいろいろ調べてみてハンドメイドを乗ってみるのもいいかなと思います。中でも IF のインタビューってすごい面白くって、なんだろう、いろんなこう項目がある欄があって、質問コーナーみたいなやつがあって、その質問の中に例えば、速く走りたいですかとか、上り坂が好きですか下り坂が好きですかとか、あとジャンプしたりしますかとか、あとまあ日本じゃダメだけどビール飲んで乗りますかとかなんかそういう欄が書いてあるんだけど、それもねこう一つ一つ自分はこうだなっていうのをこうレ点入れれるっていう風なのが IF のオーダーするときにすげえ面白かったなっていう魅力の一つかなと思います。まずびっくりしたのはホイールとか入れた時にこういうところの精度っていうのがもうしっかりしてたところ、これは今もうないけどシエロっていうブランドとかもう本当にすごい精度良かったんだけど、それにもう通ずるぐらいバシッとパーツがつくようなところにすごく感動しました僕は。でお客さんのやつをそれ組んでて、で組み終わって試乗もさせてもらったんですけど、その試乗した時にその精度の良さみたいなのが本当に乗り味に反映されてたっていうのももうただただ感動しちゃったっすね。マジですごいと思いましたこれは。はい。オーダーバイクはあれかな、採寸っていうのをします。で採寸っていうのは何を採寸するんだって話なんだけど、今まで自分が乗ってる自転車、まあ本当に今乗ってる自転車、気に入ってる自転車っていうのの、フレームのジオメトリーだったりとか、あとはサドル高だったりステムの長さだったりっていう風なのをまず採寸します。であとは、自分の体の部位の長さですね。
ね、手の長さだったりとか足の長さだったりとか、あと胴の長さとか測ります。採寸する時のワクワク感もありますね。そう計測している動画っていうのも以前撮っているから、そちらの方もぜひ見てほしいなと思います。はい、ブルーラグで IF は使い始めたのは2019年なんですけど、その時からずっと神馬でオーダーをやらさせてもらってます。ただなんか相談をしてくれる しに来てくれるとかっていうのは3店舗全然来てもらっていいですし、乗ってる人間も幡ヶ谷はなんか多いので、ぜひぜひ幡ヶ谷の方でなんかお話ししに来てくれるのもいいかなと思います。あとはカスタムオーダー以外にもストックフレームって言って僕らがこのサイズはあったらいいんじゃないのっていうのとかを時々仕入れたりしてるんで、そういうのが上馬だったり代々木だったり幡ヶ谷だったりにあったりします。あとウェブストアにも出てますね。もう待ちきれないよみたいな人は多分そこから買っちゃってもいいのかなと思います。自分もそう待ちきれなくて買いそうになりました。基本的には何でもあります。マウンテンバイク、ロードバイク、ツーリングバイク、トラックバイク、グラベルバイクとか、そういうのはもう基本的にあります。でも大体はあれかな、ストックフレームとかであるのはロードとトラックと、あとグラベルですかね。例えばチューヤン君とかはロードのモデル乗ってたりで、デジとかは、ツーリングなのかな、あれなんか日常的なバイク。谷さんはグラベルロイヤルって言ってグラベル用のバイクですね。そういうのが一応あります。で今ここにあるのはトラックですね。一応ストックフレームであるやつで、トラックバイクは27万8000なんですけど、大体それぐらいの金額からお選びいただけるかなと。例えばカーボンフォークにしたいとかだったらまたアフチャージかかるし、カスタムペイントしたいだったらアフチャージかかるし、ダボつけたいとかブレーキをディスクにしたいとか、なんかそういうのがあったりしたらそれに応じて買ってったりします。はい、そうですね、ストックフレームとオーダーフレームでは値段はほとんど変わりないです。為替だったりとかで若干の変動はもちろんあるとは思うんですけど、基本的にはストックフレームもオーダーしたやつも仕様が同じだったりしたら、そこで変動っていうのはないかなと思います。純粋にトラックバイクが好きだからっていうのもあるんですけど、もうずっと憧れてたブランドだったし、もう本当にそのお客さんのやつ乗ったらこれマジでいいじゃんってなって、俺も欲しいっていう風になったのが、本音ですよね。あとみんながロードとかグラベルとかそのギア付きのもの結構乗ってたんだけど、尖ってるじゃないですか、シングルでハンドメイド頼むとか。だから俺はもうこれで行くぜみたいな感じで頼んじゃいました。次もトラックでオーダーしたいねこれなんか IF ってすごく緑と黄色のイメージが僕はあって、ステッカーとかでねあるんだよね。昔見た IF のステッカーが確か緑と黄色だったから、かっこいいなと思って、でそれを思ったらこのロゴ使いたいなってなって、これロゴの色とかも選べるんですけど、でこの色がもともとデフォルトであるんで、これ使いたいなってなった時に、これ映えるの黒のフレームの方が映えるじゃんと思ったんだけど、ちょっと明るい色乗ってみてえなっていうのがあって、そしたら何色かなってなったら、じゃあ黄色にしようってなって黄色にしました。あと目立つボックスが俺は良かったっすね。他にも2種類あって、筆記体のロゴと、こんなやつ、こんなやつ。なんかこれは俺が使ってたらかっこよすぎるなって思ったから、やっぱこれぐらい弾けてるロゴの方がいいなと思ってこれにしてます。一応もう前乗ってたトラックバイクがあるから、それからもう全部移植しようかなと思ってます。もう日常的に乗るバイクとして組もうかなと思ってるんで、もうフラットなハンドルつけて 25C のタイヤつけて、もう多分基本的に
そう日常で使うからもう街中ビュンビュンビュン多分走ると思うんだけど、強いて言えばやっぱトラックバイクだから1回でいいから俺競輪場これで走りたいかも。あと意外になんかこうトラックロとかね、これでなんだろう無防備なこのバイクで出てみるのもいいのかな思ったり、もう 25C のブロックテンとかつけて一応ね、そうこのバイクそのさっき言ってたインタビューのやつにバニーホップしますかとか書いてあって、でまあそんなこと多分しないだろうと思って書いてるんだろうけど、もうトラックバイクなのにそこにレ点をちょっとつけさせてもらってたんで、多分ねちょっと強いと思うんですよこのバイクね、普通のストックフレームとかに比べて。だからねもうちょっとしたあれしとかもいけんじゃねえかなと思ってます。撮りたいですね。もうすぐ撮ってほしい、すぐ組みたいもうだからほんとね、そう続編ちょっと期待しててください。 IF がこう走ってるところってあんま多分見たことないと思うから、なんかそれが動画になったらすごい俺もいいなと思うんで、ぜひぜひ交互期待ください。じゃあそう今日はこんな感じで、もう僕が IF をオーダーしたからそれをただただ自慢するみたいな動画になっちゃいましたけど、本当ご視聴ありがとうございます。次回もまたお会いしましょう。